願いします。すごっ。何これ。僕ら愛知県から来ました。だから急遽めちゃくちゃ調べて、たまたま出てきたんです。運命でした。値段といい、味といい、満足でした。本当に。お待たせしました。洗いそ丼で最高ですね。ここぐるーって回って仕入れするって感じ、交渉というか、その話しながら、これからこれくらい、じゃあこれだけくださいみたいな感じをいつもやってるって感じですね。底引き始まったんで、9月から魚も結構種類があって、なんか活気づいてるっていう感じですね。あと、コーキどっか、半端はじゃあ、3200円、16匹。これ能登の牡蠣なんか出始めでどうしようかな。マグロとかカツオとか、今日はブリもありますし、でちょっと大きめな魚の売り場になります。あとは貝ですね。これはつぶ貝の仲間ですね。こっちでテイ貝って呼ばれてるやつですけど、こういう貝結構ポリコリした本当つぶ貝に似たような貝。じゃあ YouTube デビューということで。デビューせんでいいですよ。俺見る方や。社長と先止めるも止めてしまうし、ほんならええやろ。はい。これ記録や。これ安いですよ。焼き物いらんか。刺身やったら6入り5入りや。これ1号や。赤字や。さあね。カットしといて。赤字な。やばい。もともとうちのやっぱり先代というか親父がやってる会社を引き継いだ形ですけど、先代がこの丸二水産さんと関係作って、でそれを僕が今引き継いで仕入れしてるっていう感じです。もうここ一本で仕入れさせてもらってるって感じです。そうですね、いくらって言われて、こんぐらいにしてとか、それが通る時もありますし、通らない時ももちろんありますし、交渉下手なんで。手方みんな合わせて、みんな行くで。楽しいと思う。あと電話各店、4店舗ですけど、その振り分けの指示して、でそれが店舗に納品されるっていう感じですね。これで魚の仕入れ終わりで、ちょっと八百屋寄って、でそれで仕入れは一旦終了っていう感じです。仕込み自体は9時半ぐらいですね。で社員が出勤して、そこから魚をバーっと下ろしていくみたいな、処理していくっていう感じですね。
晩しかできるよ。大学生。晩でいいじゃん。大学生やから。で9時半からあと3、4人来ますわ。これシーラスね。夏場に、まあ今もう9月ですけど夏場に取れる魚です。あとこれが、サワラなんですけど、このサイズやったらこっちらサゴシって呼ばれる魚ですね。正面の扉。大事な入場。全部頭使う。こんなパターンあった。いいんじゃね。あ。なんか原因ある？物の移動結構何の？結構持ってた？どんなメニューがよく出ますか？大菓子食堂のスタイルとして、コスパボリュームっていうところで、やっぱりお客様に一番信頼されるのが、お刺身の定食であったり、あと大菓子スペシャルっていうフライ盛り、刺し盛り、焼き魚、煮魚っていうのが一番出るメニューとなっています。しかも一緒に働いてないし。そうだよ。これはアラ煮とか煮魚使います。何の水だろしいの。わらさ関東じゃないよ。関西とかやったら。
忙しい時で400。まあ通り来店っていうところから始まってるんですけど、7、8年ぐらい地道にやってて、で魚河岸食堂の中央市場店っていうところがオープンして、まあ、そこが、まあ、テレビとかいろいろメディア入ってもらって、でそしたら、まあ、全国放送のテレビやったんで、そこから県外のお客さんとか、まあ、結構来てもらうようになって、まあもともと地元のお客さんも結構来てくれてたんですけど、まあ、そこにプラス県外のお客さんも来てもらったっていう感じなんで、それでなんかなんですかね、知名度というか認知度が広まって、でそこに3店舗目なんで、県外のお客さんが訪れる場所としては比較的なんていうんですかね、コスパを感じてもらえるような、まあ、そういうメニュー構成であったり価格設定ですし、まあ、そういう価値を感じてもらえるような、まあ、商品開発とかを、まあ、意識して行っているって感じです。俺そこら辺は映らんちゃうから、それは使わんようにしてますね。久しぶりに僕33です。まだまだ若造です。店長も33で、もともと中学校の同級生なんですよ。でうちの親が、まあ、うちの会社やってて、彼が、お父さんも料理人で、まあ、そういうので2人とも、まあ、同じ世界に入ったんですけど、まあ、別々のもちろん会社に行って、でまあ縁あって彼が入ってくれたっていう感じですね。めった汁って、まあ、こっちの何やろ、まあいろんな言い方あるんですけど、まあ、めっためったに入れるっていう意味と、まあ、野菜とかをめった切りにして、入れ込んだ味噌汁っていう感じ。まあ具材はまあ野菜多めの、まあ、もちろん肉とかも入ってるんで、まあ、一般的なめった汁はまあ豚汁に近い、そういう汁物というかお味噌汁、まあ、漁師のめった汁っていう商品あるんですけど、まあ、それは魚とか、あとエビとかカニとか魚介中心の、まあ、めった汁、魚介版めった汁みたいな、まあ、そんな感じ。まあ、冬場はかなり出るし、まあ、夏場でも、まあ、出るよね。定食とか、まあ、丼の注文の際にそのめった汁に変更っていうことをしてくれた方が、まあ、お得に食べられるかなという。味噌を溶いてもう味噌汁として、まあ、作ってしまうと、結局時間経てばその味噌が酸化してやっぱ風味も飛んじゃって、まあ、美味しくなくなるっていうのが、まあ、味噌汁の、まあ、特徴じゃないですけど、そういうのあるんですけど、まあ、うちは、まあ、野菜とか、まあ、その魚介系はもちろん炊いてて、でそういうベースというか、まあ、スープを作っておいて、でオーダー入ったら小鍋にそれを取り分けて、で味噌を溶いて、だから作りたての味噌汁として提供してるんで、かなり味には自信あります。喜んでもらうにはどうしたらいいかっていうのを、まあ、僕もそうですけど、まあ、現場の人間考えて、ああした方がいいんじゃないか、こうした方がいいんじゃないかっていうのを、まあ、議論というか打ち合わせして、じゃあこういうのやってみようっていうのを、まあ、失敗もありますけど、まあ、結構そういうのを積極的にしていて、でまあめった汁なんかは本当にそれをやって、まあ、お客さんも喜んでくれてるんで、やってよかったなっていう感じでですね。今は高くなってますね。本当にテニスの錦織選手がのどぐろ好きというか、のどぐろをなんか日本に帰ったら食べたいみたいな、それでも何年前ですかね、8年前ぐらいにそういうのが、まあ、テレビで流れてからのどぐろの価値が、
まあ、認知度がガッて高くなって、まあ、そこからもうずっと年々高くなってるっていう感じですね。白身の大トロって言われるぐらいですか。まあ、ちょっと小ぶりですけど今日は。平日に比べたらかなり。そうですね、まあオープンからラストまで、まあ、基本的には満席っていう感じなんですけど、週末に関しては土日、3時ラストオーダーの3時半閉店で、まあ、3時まで待ちがついているっていう、まあ、観光客、まあ、メインではありますけど、まあ、地元のお客様にも結構リピートしてくれてて、にぎわってます。基本的に僕らは、まあ、繊維業を扱ってる刺身っすね。こういうサイズの魚でやったら、なんやろ、まあ、本日のおすすめで、例えば柳バチメの煮付け定食とか塩焼き定食とか日替わりメニューみたいな感じで、まあ、メニューで売ることもありますね。でも結構やっぱ鮮度いいんで、基本的にお客さんには刺身でその鮮度を味わって楽しんでもらいたいなというふうに。赤い札のメニュー会長が書いてて、たまにお客さんがこれ売ってないんですかっていうふうに言ってくれるお客さんもいます。なんかなんていうんですか、作った字で別にああいう字があるわけじゃないんですけど、魚辺に能登って書いて、まあなんて読むかっていうよりかは、まあそういう感じですね。よし。2名様ご来店です。いらっしゃいませ。4名様ご来店です。いらっしゃいませ。
いします。お願いします。お願いします。何これ。これどこですか？一緒で。はい。うん、します。おはようございます。お願いします。お待たせしました。洗いそろえで2つです。めっちゃ美味しいですね。最高ですね。
Cậu còn nói mấy cái thứ này. これってこれで。はい、機械とレシートです。ありがとうございます。はい、またお願いします。お帰りです。ありがとうございます。地元ですか？あ、僕ら愛知県から来ました。観光。あ、観光です。この店知るきっかけとかって。まあ、今回が僕が急に行こうって言ったのもあるんですけど、急に昨日の夜来たんですよ。だから急遽めちゃくちゃ調べて、はいはいはたまたま出てきたんですよ。本当にたまたま、い。ネットで。はい、ネットで運命でした。僕あんまり全国を知らないですけど、もう日本一かなって思っちゃいました。値段といい、味といい、ボリュームはもう多分むしろありがたすぎて、女の子多分一人で来たら食べれないし、挑戦しなきゃいけない量です。ああ、もうそんぐらい量が。金沢市来たらここに行っとけばもう間違いないと思うし、まず最初にここに来て食べた方がいいなって思いましたね、率直に。愛知からはここを食べるためだけにでも来たいぐらい美味しかったです。満足でした。本当にごちそうさまでした。2名様が来店。お願いします。お邪魔様、姫様どうぞ。はい。そしたら、奥のテーブル席お願いします。あ、これでよく。これだね。あ、精米しとくよって。はい、ありがとうございます。これではないかな、今のところって。そのまま食うしかない。うめえわ。美味しいです。最高です。いや、美味しい。
海鮮丼、はい。海鮮チラシ。あ、チラシ。何か迷いすぎてもうはい。400番さん入ります。はい。私ここ石川に住んでるんで、今日遊びに来てくれて、最高じゃん。友達が来てくれた時、絶対洋菓子に最初連れてくんだけど、いやそんな急がなくて、私はでも絶対美味しいと思う。あ、美味しいです。一応しか私いつも中トロ丼食べるんですけど、あ、これ今日は違います。気分転換。あ、いらっしゃいませ。富山の寿司美味しいって言われますけど、大将握った寿司が僕は一番美味しいです。どうぞ。なんか書いてあります。何も書いてない。なんか弱そうなの。足折れか。じゃあお願いします。ありがとう。これはそのまんま姿いうかつまみか軍艦か。
これでだいたい300貫ぐらいかな。この大会は全国から回転寿司の職人さんがだいたい25名から30名ぐらい集まって、握りの技術と切り付けの技術と、あと接客の技術を競う大会です。30人の中から上位6人が決勝戦に上がれて、そこから決勝戦があって1、2、3位を決めるみたいな感じです。すごいですね。はい。おはよう。やつか。ここ骨気になるんで、茹で上がった時にで極力口当たりに骨が残らんように、細かいこの若干手に当たるような骨は全部外してます。使っとるやつが新米までは輪島の穴子、能登か山陰か東北かみたいな感じです。キム。いらっしゃいませ。こんにちは。もうちょっとしたら行きます。わかりました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はーい。のご冠盛りやったら今日ガンドブリとアジ、マダイ、サワラ、ベニズワイ、地物5種が2つ。はい、サラダいきよランチ一つです。いっぱいあります。今
お願いします。はい、熱燗です。どうぞ。お父さんどうぞ。はーい。ネギトロ。はい、ありがとうございます。はーい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こんにちは。アワビ、ボタンエビ、あと白米の焼いたやつとか、であと揚げ物でカマンベールフライとか豚串とか。ランチ3つある。はい。でも飲もうと思ったらもっと飲んどるやろ。だって一緒飲めるやろ。お酒好きなんや。はい。それで桜井君店長やるな。マグロの赤身とイカ甘エビにガンドブリ、アジ、マダイサワラ、魚津の甘エビの昆布締めと紅ゾエンとイクラです。俺なんかさ、どうやって電車で行くよ、上花線のエステの近くやろ、福野高校長。俺もどこにあったか知らないけど。揚げ物は、奥さんが担当ですか？あ、そうです。はい。
来年いい時迎えてください。まだゲームまず。白貝とアワビとバイ貝です。どうぞ。中身はガンドブリとアジ、サワラ3種類です。ランチ1つお願いします。何も茹でとるわ。ありがとうございます。またお待ちしております。はい、大丈夫です。恐れ入ります。あ、そうですね。僕月火休み。今日のお味噌汁はアランジュレです。どうぞ。ありがとうございます。はい。じゃあ、ある一つで、俺の方に来て。失礼します。お待たせいたしました。Google のマップでなんかどこかお店ないかなって探してたら偶然ちょっと見つけて、まだできてから半年ぐらいらしいんで、ちょっと気になったので来てみました。美味しいですね、やっぱり。富山の寿司美味しいって言われますけど、大将握った寿司が僕は一番美味しいです。ごちそうお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。
に近づかないけどな。本当に身長差あった方がいいかったな。そんなありがとうございました。こちら北海道産の生ホタテです。もう絶品ですね。最高です。もっと知ってほしいっていう思いから始めたのが大きいですね。そう、台風来てる。だからお客さんが全然いないし、市場の方もちょっと今すっからかんな感じです。時間があるときはこうやって読んだりして、なんかこう一緒に楽しむみたいな感じなんですけど。今日エビついてるんですよ。さっきここでね、購入してきました。何をするんですか。ちょっと軽く回って。いいよね。何買ってきたんですか？手巻きに使う海苔とか、あと昆布締めに使う昆布。市場で一通り揃える。あれですね、今日はランチですけど。上ペッて外したところだけが赤身ですね。で背中側なんで大トロはないですけど。料理人歴何年ですか？16年ぐらいですかね。これはすぐそこで締めてもらった島味ですね。
水道でガーッとやったりするんですけど、今暑くて水道が熱いので氷水でやったり。新鮮で硬くて噛み切れないし、醤油弾いちゃうので細かく切れ目入れて、そうですね、おかみさんの日は特に多いですね。ファンの方とか。隣にごはんさんっていう貝の専門店があって、そこから毎朝ホタテ買ってますね。なんかあれですか、どんな感じなかったです。はい、ありがとうございました。営業中もちょっと撮る感じで、ここのお店自体がなんかちょっと配信しながらやってたりするのもあって、そういうお客さんとかは結構やっぱりやっぱカメラとか入るよねっていうご理解が多分ある方が多いので、多分聞いてますよ。水鳥とかこの辺でとか聞いてます。はい。私もね。じゃないですか。これ切れ端とか残ったやつをちょっとミニ海鮮丼で丼を。11時予約の1名様が小麦が NG になってる。はい。そうです。天ぷらが食べれないお客さんがいるんで、つまみの盛り合わせで、勘弁してもらおうかな。TikTok とか SNS 始められたきっかけって何ですか？そうですね、もともとここのお店で配信をしてたわけじゃなくて、魚介つけ麺うねりっていう系列店があるんですけど、
そっちの方でちょっとやっぱ集客に困ってたんですよね。お客さん来ないで、ビルの中でも真ん中ぐらいのお店なので端のお店ほど認知されないんですね。でその時にちょっと TikTok やってみようって思ったのがちょうど2年ぐらい前なんですけど、そこからやっぱり配信しながら、ちょっとお客さんの顔映らないように配信しながら接客するっていうスタイルをしていって、それを見た方が近くの方が食べに来てくださったりっていうので、やっぱりもっと知ってほしいっていう思いから始めたのが大きいですね。遠方からも来てくれるようになったので、すごいやっぱりやってよかったなって思いますし、やっぱりそれによってこの柳橋っていう場所を知っていただく、市場の中を知っていただくっていうのもすごく大きいなと思いました。おかみさん歴はどれぐらいになるんですか？そうですね、今年で10年目ですね。10年になります。そうですね、一応身内がやってまして、で私は一応会社内の専務取締役になるんですけど、おかみとして、そして寿司職人の握り手としてっていうのが今一応1年目になります。それまではやっぱりちょっと接客メインだったりとか、他の店をちょっとぐるぐる回ってっていう形で携わらせていただいてます。今日はありがとうございました。ありがとうございます。どうも。島味の握りですね。ヒラメの握りですね。ホタテを握っていきたいと思います。こちら北海道産の生ホタテです。市場内のね、右大臣さんというところのだし巻き卵になります。こちらが三重県産の中トロになりますね。金目鯛になりますね。
とエビついてるんですよ。さっきここでね購入してきました。ちょっと面白いなと思って。今日は結構あれなんですけど、みんな多分ご移動されたんだろうなね。怖いですよね、雨とか。はい、お電話ありがとうございます。日本の海柳橋店です。始めちゃいます。ごめんね、たくちゃん、付け直ししました。ガオチョウさんありがとう。時間があるときはこうやって読んだりして、なんかこう一緒に楽しむみたいな感じなんですけど。そう、台風来てる。だからお客さんが全然いないし、市場の方もちょっと今すっからかんな感じです。なんかテレビでちょっとやっぱそうやって配信しながら寿司握ってるっていうのを宣伝していただいたときに、やっぱりそれを知ってて来てくださるお客さんもちょっと増えてきたので。開店してそれこそ何ヶ月かそんなでしたけど、やっぱだんだんお客さんの日増えてきましたので、結構お断りしたりとかもあるみたいですね。すごい忙しい。すいません。はい、どうぞ。真ん中でもいいですし、後ろの席でも。こちら。ありがとうございます。いや、久しぶりですよ。3日ぶりぐらい。いいね、それ。島味ですね。愛媛県産になります。ありがとう。どうぞ。愛知県産のヒラメの握りになりますね。ヤングコーンの天ぷらです。はい。アワビの柔らか煮ですね。お手前にあるのが肝になります。こちらもご賞味ください。天むすの話しとったちっちゃいチャーハン赤エビの昆布締めですね。します。ありがとうございます。覚えてない。全然覚えてない。だし巻き卵です。右大臣さんのだし巻き卵になりますね。熱いのでお気をつけください。中東ですね。三重県産になります。ちょいちょいっていいですか。すいません。金目鯛になりますね。ちょっと表面が炙ってありまして、お塩で仕上げてあります。こ
明太子の天ぷらとモンゴイカの天ぷらです。だからお刺身だとちょっとあれだ、ぬるぬるです。わかんないもん。いや、美味しいです。ここ何で知りましたか？インスタで。そうなん、お味の方どうですか？いや、めっちゃうまかったです。よかったです。ありがとうございます。すいません、締めのイカまず失礼します。ありがとうございます。こちらが海ぶどうと赤身の手巻きですね。はい、そのままお食事ください。すいません、ありがとうございました。大きい声で喉の中にや。島味ですね。愛媛県産です。ちょっと来られるんですか？だいぶ来てるね。だいぶ来てますね。4月4日が初めてで、それから多分10回近くだね。あれですね。そう、セール一緒です。はい、ご来店ありがとうございます。こちらから失礼しますね。島味になります。こちらが愛媛県産になります。煮切り塗ってありますので、そのままお食事ください。お願いします。ビールもらう。島味うまかった。もう絶品ですね。最高です。私はね、やってないんですよ、そっちは。2つあるね。手で OK です。手で食べる人多い。確かちょっとお上品です。ホタテになります。この状のところでは今日は S とか大事ですね。それからすいません、金目鯛ですね。はい。上にね、あせていただいて。もう一回。あ、すいません、いらっしゃいます。アワビ。昨日は朝日ゼロで1丁。上にちょっとおかけをいただきますね。アワビの柔らか煮になります。こちら手前にあるのが肝になります。
だいぶって言ったら少し山菜いただいたかああいうような仕事です。人が亡くなってさ、袋に入れてレンチンするじゃん。でそこに冷蔵庫に冷やしたらレトルト。もうあと最後締めの一貫が来て終わりになります。どうぞ。その人が多分連れてくる。めっちゃ楽しみにしてます。結構組み合わせがちょっと珍しい感じになってますので、海ぶどうと赤身の手巻きです。どうぞ。もう初めてあのか。確かに。どうですか。農業ですからね。そうです。先に耐えられる。ね、すごいよ。炒め物とかめっちゃ出てくる。一回から人がだから悪くはないでしょ。診察はめっちゃいいツーショットや。ありがとうございました。またお待ちしてますね。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。とても楽しい撮影で、こちらもなんかすごいリラックスしてできましたので、ありがとうございます。今日はお薬は日本酒。あ、もうここから撮影する。今ちょっと並んどられて、中入っていくので、中見ましょうか。
スターですからね。釣りもします。釣りもまあ仲間でみんなでちょっと船持ってて1台、まあ、最近ちょっと忙しくて行けてないですけど、釣ってきたやつとかお客さんにお出しさせてもらったりとか、まあ、魚が好きなんでやっぱりこういう土地柄いいですよね、やっぱり。今日は前菜でちょっと使おうかなと思ってます。カジキマグロ、富山ではサスって言うんですけど、これ後でちょっとさっと昆布締めにします。その日の魚の仕入れで決めるんですか？そうですね、基本的にはある程度は決めてるんですけど、まあちょっと取れた魚っていうのは毎日変わってくるので、今日は何のメニューにしようかなっていうのはその日で決めてます。サバはしめサバにしていくんですけど、普通は酢と塩で締めていくんですけど、ちょっと塩がきつくなるので砂糖で締めてから塩でダブルで締めます。このサンマのメニューは何になるんですか？サバ寿司にしようかなと思ってます。でこの頭っていうのはちょっと白身魚限定で、うちちょっとラーメン屋もやってるので後で焼いてスープに入れます。タンカンとか船場とか言いますよね。これが肝があるので、これはもうカワハギの肝とかと一緒のような雰囲気です。あとで、カワハギの肝和えみたいな感じで、ちょっとちっちゃいですけど今日は。この船場っていう魚難しいんですよ、扱いが。あったかいところにいる魚なので、冷蔵庫に入れると締まってきちゃうんですよね。かといってちょっとあったかいところに置いとくとやっぱりちょっと衛生的にも良くないんで、すごく難しい。今日はせっかく朝取れたので。職歴は、高校を卒業して
大阪の辻調理師専門学校、1年だけ行って、その後に大阪の北新地で8年ぐらい勉強させてもらって、その後は富山に帰ってきてホテル行ったりとか居酒屋行ったりとで自分のお店してます。お店やって13年14年目にもう少しで突入します。いけるかな。こっちはなんとかいけそうな。2番じゃない、5番。すごい。今日空いてるから正直とってもよくて。これ砂糖です。ちょっと変わってますけど、ほのかにちょっと甘くなるんで美味しいと思います。ここから水分を抜いて、もう一回僕塩で締めます。よいしょ。これも朝どれのタコじゃないとこう吸盤が外れてくるんで、暴れとるな。お刺身用なんで半生でちょっと仕上げていきます。得られるものもあるの。よいしょ。
これ身が透明な感じ、これが活魚のあんかん。これがちょっと締まってくると真っ白になっちゃうんで、20度ぐらいで保つと一番いい状態がなると思うんですけど、なかなか20度って難しくて、これは一応その肝と和えようかなとは思ってるんですけど、開きましょうか。鱗付きで今日はやります。助かります。当時食べるからなかったのか普段のゴルフ誘われとってでもそれはさすがに断ったらしいです。これって富山のお酒ですか？全部富山のお酒です。これは、ちょっと前菜にちょっと使おうかなと思って、アオリイカと、明太子になるんですけど、もみじあえ、ちょっと秋なんで、もみじ風にした和え物。外工業行きたいなって言ったんですよね、うちのおかんに。でも、ダメって言われて、僕の夢5分で終わりました。高校の時。嫌なるですよね、量多かったら。80人前とかこれやろう思ったら結構大変なんですよね。入ってくるレベル。頑張って。これも砂糖でだいぶ締まっちゃっとるんで、あんまりなんていうか塩辛くならないというか、これがうちのスタイル。何でしたっけ？ごめんなさい。バントともう一個何でしたっけ？そこ聞き逃したらいけないとこやから。
いや毎日変えてるね。毎日ではないです。基本的にはコースはだいたい季節ごと1ヶ月半ごとぐらいに変わって、季節の食材とかでもうちょっとこうなくなってるものとかがあれば差し替えるって感じですね。で基本的に土曜日って会社休みじゃないですか。なので、金曜日とか意外とこの週中の水曜日とかに満席になってみたりとかが多いですね、やっぱり。上がマックス45名ぐらい入るんで、だから宴会ドーンって一発パンってやるときに多分うちほど入れる箱がないんで、それで入ったりとか。食べます？どうぞどうぞ。ゆうと白身さ、この人数分ないってこと？そうそうそう。まあ6人分はあるけど。ホームページ見てお電話される方は、基本的にもうこのコースでって言われるんですけど、例えば飲み放題と組み合わせて、でもお客様がちょっとご予算で。消費税込みで飲み放題込みで8000円ぐらいで考えてるんですけどとかって言われれば、それはそれでそれに合わせてコース作ります。なんで一応目安って感じで、追加でアラカルトも食べたいなっていう場合はそのコースを選んでいただいて、コースの途中とか後とか好きなタイミングでこれも追加でお願いしますみたいな感じで頼んでもらってます。もう9月なんでね、やっぱもう秋っぽいイメージで料理が変わっていく感じですかね。美味しいですね。普通の料理だけというよりはちょっとやっぱ居酒屋なので、ちょっとまあ味が濃いというか、お酒に合う料理をちょっと意識して。こんな感じでいきます。一瞬だけサムの絵撮ってもらえるんですか？決まったらまた電話します。俺の真っ黒の手が白と黒で分かりやすいかもしれんないこれ。映えだね。ちょっとやってみるか。またチームワークだ同窓会集めてそれぞれのジャンルのプロ。後で鱗ごと焼きます。
うん、いいよ。ちょっと大変だな。おいよ。に入ってあげるわけですよ。すっかりだそれ。話してくれてるんですよね。もらい方が結局。白身のそんなに取れないと思うけど、あんこの肝みたいにしてちょっと蒸して丸めたものなんですけど、これちょっとお刺身に入れていきます。お酒のつまみで難しいよね。まだまだ勉強してかんないこれ。わかりました。いずれ
か匿名の。大根のつま黒オリベに、耳うどんなんかつけますか？今日のご取材もしよかったら。すいません。ゆっくりしててください。はい、お部屋ご案内します。失礼いたします。コースの全体をお持ちいたします。ぼちぼちと割と最近も来ました。今日はヨガの先生と一緒に、まあ、先生と生徒っていうよりも飲み仲間というか、はい。はい。すみません。これゲンゲっていう魚です。これは天ぷらで出します。先に2番いきます。先生2番かな。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも。失礼いたします。なんか乾杯するぞ。前菜すぐ準備できる？はい。はい。結構他のお店とか行くと、まあ、要は1匹そのままさばいてなくてそのまま揚げてるところが多いんですけど、うち1匹1匹こうさばいて骨取って揚げてるんですけど、骨があるのとないのじゃ全然こうなんていうんですかね、食べやすさが違うんで、
したら塩で食べてください。レモンちょっと見といてくれる？最後のサバ寿司に出す感じかな。甘鯛はちょっと鱗結構柔らかいんで、高温で焼いたり揚げたりすると食感がパリパリっとするんで、まあ、いわゆるパリパリ焼きになります。でこうパリパリっとした食感があげます。どうぞお願いします。2番に出してあげてよ。
どうやったまだ今どっちもまだもうちょっと。あ、本当？まだちょっともう少し。3、4のラタトゥイユもまだもうちょっと待って。これワインなんですけど、なんかね本当にねこの鱗がパリパリですね。パリパリイタリアンみたいな感じで美味しい。日本酒もワインもどっちも飲みたくなるんだよね。日本酒が富山のすごい有名どころの日本酒が全て揃っていて、お酒のチョイスすごいいい。ワインもどのボトルを飲んでもすごく美味しい。もう前菜から日本酒も飲みたいしワインも飲みたいと思わせる。どっちにしようかなっていうので、今日はお作りは日本酒。で、ここはやっぱりなんか富山はお魚が美味しいので、お魚が美味しいですよね。今日は解禁してすぐのズワイガニ。ズワイガニ美味しかったですね。ズワイガニ最高でした。最高でした。お二人の人柄がいいんです。てっぺいさんの笑顔と、さくらさんの癒しとね、お二人に会いたくて来る。そんなお店です。はい、そんなお店です。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。やっぱりやばい。俺やばい。ちょっとバーみたいな雰囲気作りたくて、この2階にも部屋があって、ウイスキーだけ飲んで帰られる人もおられますし、パフェだけ食べて帰られる方もおられますし、和気あいあいとしたお店ちょっと作りたくて、店が綺麗すぎるので入りづらい雰囲気はしてますけど、まあまあおしゃれすぎるラーメン屋だとなかなかちょっと富山では見かけんお店だと思うんですけど、さっき骨焼いとったやつもがっつり入れて、ちょっと大人の味すぎるような、ちょっと話題の店になればいいなーなんてなるほど、なるほど。美味しかったです。今日もすごい美味しかった。日本酒もワインも飲みたくなる。まだよろしく。ありがとうございました。お気をつけて。ありがとうございます。はい、どうも。本日ありがとうございました。はい、今日一日ありがとうございました。はい。今後お店をどういうふうにされていきたいですか。どういうふうに、まあ美味しいものをいっぱい出して、まあお客さんに喜んでもらえるような楽しいお店にしていきたいなと思います。はい。はい、ありがとうございます。いいんやけど。いやとりあえず黒板全部注文したんで、寿司大好きなんで。はいくらです。はい、どうぞ。こ
そこら辺の定番商品はもう電話かけたら持ってきてくれます。だいたいこのサイズ、こんなサイズか。八丁はうん、これは14キロ近くあったら、まあまあね、うん、油回り、焼いてもうまいわ。これがで今、天然はこの北海道のこの細かいのしかない。長崎の天然物はもう全然入ってこんで弱っとるやつ。入ってこんで弱っとる。この辺に来てやし。アジが福井で、サバが富山。カマスなんぼやったっけ？カマスは1800。2本、はい。1本、はい。また伊賀に吉野にこれお店始めてどれぐらいなんですか？昨日で1年ですね。はい、この社長がお寿司屋さんしたいっていうことで、はい、で集まってきました私が。地元のお米ですね。平町の湾っていう、ところですね。値段が跳ね上がります。大きさで、大きさでちっちゃいやつはね、こんな指2本ぐらいのやつはあれですよね。これぐらいになると高いですよ。アニサキスをが見えるやつなんだけど、大丈夫ですね。
これは茶碗蒸しのあんかけ、上にあんかけかけるんですけど、それがあんですね。水と片栗粉でシロップをかけるんですけど。まだまだ沸いてないですよ。カレー。笹ガレー。笹ガレー。笹ガレー。漁師やっとったって。ああ、私ですか。はい。どれぐらいやっとられたんですか。若い頃いうか、もう20年以上前に初めて船乗りまして、もう10年ほど前に富山の新港で紅ズワイナに、3年ほどね乗ってました。で福井で越前ガニに乗ってます。はい。まあ魚は昔から好きで、まあ釣りが好きでね、それからが始まったんです。それから料理人がこういう調理の世界に入ったんですけど。もう15年ほどちょっと間船に乗ったりしてまた降りてまたそういうこともあったんでね職人30年とかそんなあれじゃないんです。はい、いらっしゃい。ようこそ。はい、いらっしゃい。どうぞ。
昨日でちょうど1年2年目に突入の第1号様です。あ、そうですね。あ、何も用意しなかった。しました。美味しいです。美味しいよ。洋食系が実は多いんですけど、前職が和食を取り扱う店舗で料理長をして、和食の商品開発っていう部署で働いてた時に声かけてもらってこっちに来たんですよ。ずっと若い頃から和食で来たっていうわけじゃないですね。はい、洋食系が多いです。はい。昔と10年ぐらい前。ダックス。電気代安いとかね。小松空港の近くだったらほらエアコンつけてもらえたりとか、民放局防衛省からの指定のエアコンを白子ポン酢。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。はい、タコぶつなります。はい。はい。
むしろね、うなぎちょっと入ってたらね。かんぴょうも一緒に持っていきます。うん。かんぴょうと葉っぱや。よし。わからん。あっちもこっちも剥がした。一枚剥がしたわみたいな。あ、これはからさげんか。よしこさん担々麺。あ、よしこの担々麺がされた。そう、くーちゃん言ったけど、けどわからんかった。そう。完璧わかるのは大勢と。そこまですごいやつで今耐えるの。通常バージョンだ。カピラで鶏、マグロ。びっくりしたんだよ。見えると見えとる。ありがとうございます。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございました。アジとタコとホタテと。ママの顔としてママの。サーモンは忘れてる。2段です。
ですね、しめ鯖とイカとバイ貝とうなぎとアナゴとあとカマスの炙りです。はい、とりあえず黒板全部注文したんで、まだ全部じゃないけど、寿司大好きなんで。失礼します。カツオ、鳥貝、アワビ、はい。はい、タチウオ、イクラです。はい、どうぞ。閉読もんで本当にね、はい、どうぞ。うん、絶対いいことあったな。何言うことあるの？分かった、彼女でもできた。バイバイは？バイバイ。元の食材いっぱい使ってますんで、お客さんにたくさん来ていただけるような、愛されるようなお店にしたいです。こちらこそありがとうございました。